は両国駅です。今回は両国駅からすぐの場所にあるホテルに泊まってきました。今回宿泊したのは第一ホテル両国です。第一ホテル両国へは総武線両国駅から徒歩8分、都営地下鉄大江戸線両国駅からはなんと直結しています。 JR 両国駅からは錦糸町方向に線路沿いに進み、途中で1カ所曲がるともうホテルが見えてきます。大江戸線の出口からは出るとすぐにホテルです。ホテルの1階にはコンビニセブンイレブンがありました。両国駅を出てから8分、ホテルに到着しました。ホテルのロビー、フロントはとても広く開放感がありました。フロント向かいのスペースでは相撲関連のお土産などが販売されていました。歯ブラシは部屋に備え付けられていますが、それ以外のアメニティはこちらから部屋に持っていきます。客室は14階から24階までで、最上階にはレストランがあり、4階にはチャペルや神殿などがありました。ホテルのすぐ隣には都立横網町公園があり、私が訪れたこの日は紅葉がとても綺麗で穏やかな日差しのとても良い公園でしたが、こちらの公園では1923年に発生した関東大震災でこの公園に避難してきた多数の方々が震災後に発生した大火事により多数の犠牲者が出ました。敷地内には慰霊堂や復興記念館があり、震災や戦災を物語る多くの遺品や資料が展示されています。JR 両国駅に来ました。両国国技館の最寄り駅なので相撲に関する展示がとても多いです。両国駅改札口すぐの場所には江戸の町屋を意識した作りの両国江戸のれんがありました。両国駅旧駅舎をリニューアルしたこの場所には江戸情緒たっぷりの飲食店が12店舗入っており、こだわりの料理を堪能できるほか、館内には大相撲の土俵も再現し設置されています。同じく JR 両国駅徒歩1分のところには両国国技館があり、言わずと知れた大相撲の興行のほか、プロレス、ボクシングなどの格闘技、コンサートやライブなどの興行も行われています。両国国技館館内には相撲博物館があり、貴重な大相撲の錦絵、番付、化粧まわしなど相撲に関する資料を収集、保存、公開されています。相撲博物館入館には東京場所開催中は大相撲の観覧券が必要ですが、それ以外の時には無料で入ることができます。ホテルに戻ってきました。ホテルにはインターネットサービスや外貨両替機のコーナーがありました。こちらはレストランで朝食会場などに使用されています。チェックインを終えて部屋に向かいます。この日は一旦ホテルに荷物を預けて再び外出し、チェックインをして初めて部屋に入ったのは夜になってからでした。今回は24階まである客室の24階最上階の部屋でした。エレベーターホールから一番近いと思われる部屋が今回の私たちの部屋でした。カードキーを突き刺して部屋の電源を起動します。
この瞬間がとても好きです。今回私たちが予約したのはスカイツリー側モデレートツインルームの部屋でした。カジュアルな感じの落ち着いた部屋でとても広くゆったりとしていました。カジュアルな感じのデスクです。引き出しにはホテルの案内とボールペン、机の上にはティッシュペーパーとリモコン以外何も置かれていません。とてもすっきりとしています。テレビの大きさは記録するのを忘れてしまいました。こんな大きさです。引き出しは3箇所あり、収納には十分です。部屋は少し古い感じがしますが、とても広くゆったりとしていて過ごしやすい部屋でした。空気清浄機が部屋に備え付けられていました。丸いテーブルとソファーがあります。ソファーの座り心地もよくくつろぐことができます。ベッドのサイズは 100×200 センチでした。ベッド間には電話機と後から増設し設置した照明のスイッチと延長のコンセントがありました。ルームウェアはワンピースタイプでした。 Wi-Fi の速度は若干不安定な感じがしました。入り口を入ってすぐの場所には大きめの姿見があります。反対側には電気ケトルとアイスペール、グラスが2個、下にはホテル定番の冷蔵庫があります。上の引き出しにはカップが2個入っていました。クローゼットの中にはハンガーが4つ、スリッパは使い捨てが2個としっかりしたタイプが2個、合計4つあります。他には消臭スプレーと靴べら、ブラシ、靴用のクロスが入っています。奥にはアイロン台とアイロン、折りたたみの荷物置きが収納されています。バス、トイレ、洗面ルームです。ビジネスホテルによくあるタイプのユニットバスでした。歯ブラシやボディスポンジなどのアメニティはこちらに用意されていますが、それ以外のお茶や綿棒、ひげ剃りなどはフロントの横から持ってきます。バスタブも狭くはなく快適に使うことができました。それでは24階窓からの景色をご覧いただきましょう。素晴らしい眺めです。スカイツリー側の部屋というだけあって窓から見事にスカイツリーが見えています。以前に泊まったロッテシティホテルもスカイツリーがよく見えましたが、こちらも同じくらい綺麗に見えていました。スカイツリー側の部屋を指定するとダイナミックなスカイツリーの景色をいつでも見ることができます。部屋からこの景色を見れるのははっきり言って感動です。今夜はこちらの窓からスカイツリーを存分に独り占めすることができます。部屋の窓の一番右端には JR 総武線の線路が見えています。右方向が両国駅です。おそらくですが、スカイツリー側と反対側の部屋からは両国駅の方向を見ることができると思います。私は今回スカイツリー側の部屋を予約しましたが、次回は両国駅方向も見てみたいと思いました。エレベーターホールの近くには製氷機が置かれていました。18階の表示にはスカイツリー展望室と自動販売機の表示があったので見に行きたいと思います。多分こちらですね。飲み物の自動販売機が5台とアイスの販売機が1台、そして電子レンジが置かれていました。アルコール類もあり、飲み物の種類も豊富でした。ス
カイツリーはよく見えていましたが、こちらではゆっくりとくつろいで見ることはできない感じでした。部屋からの方が綺麗に見えていたので、部屋でゆっくりとスカイツリーの夜景を見たいと思います。こちらのスペースの感想ですが、自動販売機の熱がとてもこもっており、長時間いるには耐えられないほど暑かったです。今日は少し遅い時間にホテルに着いたので、ゆっくりと部屋でくつろいだ後、スカイツリーを少しの間眺めていました。24階の部屋から眺める東京の街並みとスカイツリーの眺めはとても綺麗で最高でした。今夜はこれでお休みします。皆さん、おやすみなさい。おはようございます。とてもよく眠れました。ただいま、時刻は6時20分です。まだ起きて間もない東京の街並みです。東京へと向かっていく総武線の各駅停車が何本か駆け抜けていきました。活動する前の街並みを見ていると、なんだか不思議な感じがします。朝日が当たる前のスカイツリーはまだ電源が入っていない感じがしました。昨日部屋に入ったのは夜だったので、明るい時間帯のスカイツリー、そして街並みを見るのはこれが初めてです。だんだんと朝日が見えてきて、この時間帯窓から見える景色はとても綺麗でした。少し早く起きてしまい、外の景色を見てまた寝ようと思いましたが、あまりの美しさに少しの間見入ってしまいました。今日の私の豪華朝食です。1階にあるセブンイレブンで買ってきました。ホテル内にコンビニがあるのはとても便利です。今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。両国駅から近く、客室からスカイツリーが望める最高リッチなホテル、第一ホテル両国、宿泊の際の参考になりましたら嬉しいです。JR 総武線両国駅、そして都営地下鉄両国駅まで近いので、東京駅に出る際や東京観光へのアクセスはとても便利です。東京スカイツリー、観光の際にもぜひおすすめのホテルです。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけるととても嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。